こんにちは、高森です。僕ですね、いきなりなんですけど、TOEIC850 ぐらいなんですね。で、大学生活と会社生活3年ぐらい社会人なんですけど、TOEIC850 が実際どんぐらい役に立ったのかっていうのをですね、雑談気味に語ろうと思います。はい。で、まず、大学時代なんですけれども、これは、結構役に立ったかなというところはありますね。TOEIC って、TOEIC 力と言いますか、TOEIC っていう試験の枠組みにおいて、どれぐらい点数が取れるかと言いますか、の指標かなと思わなくもないんで、必ずしもその人の英語力を担保しているわけではないっていうのは前提として思っているという感じですね。もちろん高いスコアを取る人は英語力が高いみたいな相関関係はあると思うんですけども、必ずしも例えば僕みたいに TOEIC850 の人が英語ペラペラかって言われるとそうじゃないっていうのはあるかなと思います。学生生活で TOEIC850 あって何が良かったかっていうと、まず単位が取れるっていうことですね。どういうことかっていうと、私理科大出身なんですが、理科大って TOEIC の点数に応じて、語学系の単位を何単位上げるよみたいな制度があるんですね。750以上で2単位、850だったかな、800だったかな、忘れたんですけど、で4単位みたいな感じだったんで、まずそこの4単位でアドバンテージを得たかなっていうところはありますね。理科大ですね、私が在籍していた工学部機械工学科ですと、語学の時間がですね、1限にあるんですね。8時50分開始ぐらいの時にあるので、そこをですね、TOEIC850 によって、キャンセルできたのはでかかったかなというのがありますね。で、もう一個が、学会ですね。学部4年から研究室に入って、国際学会とかちらほら行かしてもらったんですけど、TOEIC で培ったというか、TOEIC ベースの英語力は役に立ったなと思いますね。さっきも言ったように TOEIC ってその人の英語力を必ずしも担保しないという風な考え方なんですけども、とはいえ英語に対する向き合い方というか、苦手意識みたいなのは払拭できる材料になるかなと思ってて、TOEIC850 っていうと世間的には高いスコアだと自分は思っているので、もちろん自分自身の英語能力はまだまだ課題ばかりだなというか、大したことないなという風な感覚があるんですけれども、世間一般のデータを見てみると高いスコアに位置しているっていうところで、人よりは英語が得意と言いますか、できる方なのかなっていうので、英語に対する取り組みの抵抗みたいなのが少なくなりますよね。で、理系ですと、研究室入ると、英語論文とか読んだりですとか、国際国会出る場合は、英語のプレゼンテーションと質疑応答みたいなのがあったりするんで、いろいろ練習をするわけですね。で、やっぱ苦手意識あると、そういう練習したりとか、英語論文積極的に読むみたいなのってやりにくいというか、後回しにしたくなるじゃないですか。そういう意味で、自分は TOEIC850 ぐらい取ってたんで、人よりは多分苦手意識なく取り組めて、結果的に成果を出したりっていうところに繋がったのかなという思いがありますね。次に社会人になってからなんですけど、これはですね、ぶっちゃけあんまり役に立ってないかなっていう感じですね。もちろん業種によると思っていて、国際関係の部署みたいなのと日常的に英語を使用するとかで、ビジネス英語をカバーしている TOEIC っていうのは、その人の英語できる指標として解釈できるかなっていうところはあって、生きるところも多いと思うんですけど、私が勤務しているような、メーカーで研究開発職みたいな場合ですと、英語って使う機会ぶっちゃけないんですね。これは私がまだ入社4年目ぐらいの PayPay っていうところで、海外とのコミュニケーションみたいなところに混じらわせてもらえないみたいなところもあると思いますし、どちらかというと実験やってまとめてみたいなのが主なので、なかなか英語を使う機会ってないんですね。強いて言うなら英語の論文を読んで、ちょっと情報収集するみたいな感じでですね、生きた英語とでも言うんですかね。海外の人と、スピーキング、リスニング、通じたコミュニケーションをしていくみたいなのはなくてですね、そんなTOEIC850 による恩恵みたいなのはなかったですね。これも強いて言うならなんですけれども、昇格試験とかで TOEIC 何点以上みたいなのが設けられたりする会社もあるんで、そういうとこで850だと大体のこの基準値というか敷居値はクリアできるんで、知らない間に恩恵を受けているみたいなのがあるかもしれないですね。あくまで主観的な感じている恩恵みたいなところはあんまないっていうイメージですね。高森くん、TOEIC の点数あるねみたいな。英語まあまあなのみたいな。そんな感じのフィードバックを上司から受けていてですね。まあまあですねみたいないう風なちょっと中身のない会話をしているぐらいで、直接的な恩恵はあんま
感じてないっていうのが本音ですね。というわけでですね、TOEIC850 になんですけど、学生生活で役に立ったかっていう点とですね、会社出てから役に立ったかっていう点、2点を雑に話しましたね。まとめますと、取るに越したことはないと思うんですけど、TOEIC ってよく英語力の指標として、使われますからね。ただ、必ずしも、それを TOEIC の高スコアを取ることを目的化して学習をするみたいなのはちょっと違うかなという風なスタンスの、人間ですね。どっちかっていうと、その TOEIC850 とか高スコアを取る過程で身につけた英語に対する、素地みたいなところを、活かしていくっていうのがいいのかなという風な印象ですね。はい。ちょっと、以上です。